ちは、木下優香です。最近クマの悲しいニュースがたくさんあるじゃないですか。どうにかできる解決方法ってないのかなと思って、今日は私なりに調べたり考えたりしたことをお話ししたいと思います。まず最初に、クマの被害に遭われた方、その悲しみや衝撃は私なんかには想像しきれないほど大きなものだと思います。本当に胸が痛みます。そしてクマが住んでいる地域に住んでいて不安な毎日を送っている方々も少しでも早く安心して過ごせる日々が来ますように。で、さっきも言ったんですけど、この動画を今日撮ろうかと思ったかっていうと、私動物が大好きやけさ、もうニュースを見るのが本当に辛いんですよね。で、なんとかならんのかなって思っていろいろ調べたんやけど、クマが怖い、人が危ないっていうだけの話じゃなくて、もっと複雑で難しい問題なんやなっていうのが分かりました。今日は今人とクマの間に何が起きていて、どうすれば人もクマも安全に暮らせるのか、私が調べたことを話したいと思います。まずなんでこんなにクマの出没が増えてるのって気になって調べたら、なんか突然増えたじゃないですか、クマのニュースが。で、原因は一つじゃなくっていろんなことが同時に起きてました。で、その中で私が考えとったのと微妙に違ったのが里山の崩壊です。クッションゾーンというものなんですけど、里山っていうのはクマの住む山と住宅地の間にあるエリアのことなんやけど、で、昔のこの里山には畑とか田んぼとか雑木林、あと農家さんの家とかがあって、人が毎日のように作業しよくんですよね。だけ一日中人の匂いとか音が途切れんかったんよ。で、もともとさ、クマはめっちゃ臆病で人の気配が苦手やけ、里山はさ、こっから先は人間のエリアだから行かないでおこうっていうクマの住んでる山と住宅地の境界線の役割になっとったんよ。で、今は里山に住む人が減った、畑や田んぼが放置された、森の手入れがされなくなった。で、それで人の気配がほとんどせんくなったんよね、クッションゾーンの。こうして里山に人のいるエリアが消えてしまって、山でこの間にあったクッションゾーンが誰もいない放置地帯になってしまって、で、住宅地になっとるんよね。クマからすると怖い、この里山のゾーン通らずに普通、もう寂しいクマのめっちゃ安全な道を通って、でそのまま住宅地まで歩いていける状態になってしまっとって、でそれで普通の住宅地に出てくるケースが増えとるって言われとるんよね。で、私はずっと住宅地が山のすぐ近くまで広がったからクマが出てきてると思っとったんよ。でも調べてみたりすると、私のメンバーシップの視聴者さんから聞いて知ったんやけど、でクッションゾーンがなくなったことが結構大きな原因みたいです。で、そこに住宅地の拡大も重なってしまったんですよね。この2つが同時に起きたことで、クマが住宅地まで来やすくなってしまったんよ。しかもこれと同時に今年はクマのご飯になる山のどんぐりが不作、森の管理は追いついてない、マタギと呼ばれる山の専門のハンターが高齢化で減少で、猟友会はさ、もともと狩猟を趣味とする人たちの集まりなんよね。で、鹿とかさ、イノシシが担当でクマ専門ではないんよ。でも今猟友会の人たちがさ、クマを任されとったりするわけじゃないですか。でも私その猟友会さんの記事とかで見たんですけど、猟友会さんはやっぱり罠とかにはまってるクマとかを銃で撃って退治したりするんよね。で、それが子グマとかがやっぱり多いらしいんよ。だけど本当はやりたくないって言ってやってるっていうのを見ました。だから猟友会の人たちも大変ですよね、このクマの問題に巻き込まれたりして。やけクマに対応できる人が少なくて、しかもクマはさ、もうめっちゃ危険で怖いじゃないですか。クマもさ、もともとは臆病だから近づかないぐらいで、でも人に会ってしまったらもう自分の命を守るために死に物狂いみたいな感じで、それでもう人を襲うんやろうね、きっとね。で、こういうさ、いくつもの問題が重なってしまっとる状況なんよ。で、さらに住宅地はさ、昼間は無人の時間が多いじゃないですか、里山と違って。で、生ゴミとか果物の匂いがある庭やさ、裏道に人がいないとクマにとって安全そうで匂いのする場所って勘違いされやすい環境にもなっとるよね。人がさ、でも襲われたりするニュースを見ると本当に涙が出ます。もう悲しいですよね。この人たちだって人生があって、あともう本当に悲しいのがさ、ペットとかもさ、クマにやられてしまったとかいうニュースとかを見ると、もうめっちゃ難しい問題やなと思うんですよ。で、地域に住んでる人たちはさ、も
地域に住んでる人たちはさ、何も悪くないじゃないですか。そんな人たちが毎日怖い思いをしてると思うと、なんかもう胸が痛いです。でもその一方で、山に食べ物がなくって仕方なく人が住むエリアに降りてきたクマもかわいそうやなって思ってしまうんですよね。で、クマは誰かを傷つけたくて動いてるわけはなくて、ただ生きようとしてるだけじゃないですか。で、これはさ、あとなんか私が勝手に思っとったことなんやけど、解決策としてね、クマもさ、虚勢とかで数を調整できんかなと思ったんですよ。数をさ調整すればさ、餌もみんなに行き渡って、こう人間界にわざわざ降りてくるクマもおらんことなんじゃないかなと思って。猫とかがさ、地域活動で避妊とか去勢して数を安定させる取り組みがあるじゃないですか。でもやっぱり調べてみると、クマの場合はそれが難しいみたいです。クマはさ、山に散らばっとって1頭を見つけるのが難しいのと、野生の大型動物に去勢手術をするのはやっぱりめちゃくちゃ危険ですよね。やっぱり今のね、人間の医術のあれではね、これがもうちょっと発展してくれたらどうかなとか思ったりするんですけどね。こう人間はさ、こうやっぱり地球でさ、こう一番、支配してると近いようなものじゃないですか。だからそうしてるんだからさ、だからといって他の生き物よりも偉いとかじゃなくって、そうさせていただいているんだから、他のこう生き物のこともこう残酷な目に遭わないようにとか調整するのが人間の仕事かなと思うんですよ。つまりクマの問題は数の調整では解決できないっていうのを専門家さんの考えみたいです。で、ここでさ、じゃあ何ができるのっていう話なんですけど、いくつかの自治体がすでに動いています。で、さっき言った里山の復活、これがなんかもっと力を入れた方がいいんじゃないかなって私は思いますね。ちょっとやっぱさ、もっと国ぐるみで力を入れて里山のところを解決したらすごくいいんじゃないかなと思うんですよね。それで森が住宅地の裏まで来ないようにする。で、あとは見回りを強化することで、鈴とか声掛けとか笛とかでここに人がいるよってクマに知らせるんですよね。で、あとはゴミ管理の徹底、ここに来たら食べ物があるっていうのをクマに覚えさせない。で、若い漁師さん、マタギさんの育成でさ、このマタギさんがさ、今はやっぱり高齢化でほとんど担い手がおらんのって。絶対大変な仕事やもんね、本当にね。で、あとは公式アプリとかサイトで事前に近づかない。で、これはすでに知っとる人も多いと思うんやけど、私もなんかニュースとかで見て、ああこんなのがあるんやなって思ってたんやけど、クマの出没情報を知らせてくれる公式サイトやアプリがあるんです。クマの出没マップとか検索するとサイトやアプリが出てくるので出没情報が分かります。これは SNS とかよりも正確で早いです。で、他にも便利なサイトやアプリがいろいろとあります。山に行く人とか山の近くに住む人とかはスマホにアプリを入れとくと一つの安心材料になると思います。で、私はさ、ただクマを守りたいとか人間を守りたいのどちらかじゃなくって、両方が怖い思いをしない未来が来てほしいんですよね。山に食べ物が戻って里山が復活してクマが無理に人里に降りてこなくていい世界、そして人間も安心して暮らせる世界で、被害に遭われた方は何にも悪くないです。当然悪くないです。でも長い目で見ると人間の生活が山に近づいていってクマの居場所や餌が減ってしまったっていう側面もありますよね。で、クマはさ、ただ生きようと迷い込んでしまってるだけです。で、この人とクマのバランスをさ崩したのは人間じゃないですか。で、だからこそさ、もうさっきも言ったと思うんだけど、人間はそれが責任として環境を整えたり自然に出会わない工夫とかしたり、こう社会全体でもっと考えていく必要があるんじゃないかなと思いました。こうやっぱりもうニュースとかでさ、こう連日、私とかはさ東京の方に住んどるけさ、こんな怖いニュースもあるなぐらいでなっとるけどさ、これを本当にそのクマが出没しない人もさ、クマの近くに住んでる人は何も悪くないんやけどさ、別に一緒じゃないですか、この人間は。だからもっと国が力を入れてやったらいいんじゃないかなと思うんですよね。人の命ってだってめちゃくちゃ重たいじゃないですか。で、クマの命もやっぱ私は重たいなと思うんですよ。大事な命だなと思うんですよ。だから少しでも早く明るい未来が来てくれるといいなと思います。で、今日は少し真面目なお話でしたが、最後まで見ていてくださってありがとうございました。で、もしよかったら皆さんの地域の状況や考えもこちらのコメントで教えてもらえたら嬉しいです。人も動物も穏やかに生きられる未来が少しずつでも近づきますように。ではまた次の動画でお会いしましょう。